ベトナムネイバー7月25日のベトナム関連ニュースをお伝えします。よろしくお願いします。本日の主なニュースです。経済では、ビングループのハノイでの EV 乗り換え支援キャンペーン検討、フォスター電機のベトナムへの大型投資、SMBC 系 VP バンクやテックゴムバンクの動き、E10 ガソリンの試験販売開始、ビンミンプラスチックの過去最高益、ホーチミン中心部の小売賃料動向、そしてアジア開発銀行の GDP 成長率見通し。はい。社会面では、元安省での大規模洪水と救援活動、陳首相によるデング熱対策強化の指示、韓国在住ベトナム人の増加、そして京都での逮捕事案についてお伝えします。盛りだくさんですね。ではまず経済のニュースから。ビングループがハノイ市で大規模な EV、電動バイクへの乗り換えキャンペーンを検討しているとのことです。そうですね。これは2026年7月からハノイ市中心部でガソリン車やバイクの進入が禁止されるという動きに対応したものです。なるほど。住民への支援策も考えているんですね。はい。優遇金利を提供したり、ナンバープレートの登録料を全額支援したりといった内容が検討されています。住民をサポートすると同時に、傘下の EV タクシー会社 GSM のドライバーを獲得したいという狙いもあるようです。政策の動きを捉えた、戦略的な一手と言えそうですね。ええ。次に、フォスター電機ですが、ベトナムの4工場に合わせて30億円を超える投資を行うと発表しました。30億円超ですか。これは大きいですね。目的は何でしょうか。はい。主にスピーカー事業の生産能力増強と、生産の合理化ですね。中国への生産依存を見直す動きの一環とも見られています。グローバルな自動車メーカー向けの生産をベトナムに集約し、部品の内製化や自動化も進める、と、サプライチェーン再編の具体的な動きですね。その通りです。銀行業界にも動きがあります。SMBC グループが出資する VP バンクは、主要産業、例えばプラスチックやコーヒー、米、製薬といった分野向けに専門人材を置いてコンサルティング機能を強化する方針です。取引先への支援を手厚くするということですね。はい。業界の課題解決に向けた知見を提供する狙いです。ホーチミン市では、プラスチック業界の廃棄物管理に関するセミナーも開催したようです。それからテクコムバンクの動きはどうでしょう。テクコムバンクは、生命保険事故会社、テクコムバンク生命保険、通称 TC ライフの設立認可を取得しました。定款資本金は1兆3000億ドンです。これはマニュライフとのバンカシュアランス契約が確か今年10月に終わるんでしたね。そうです。その契約終了を見据えて、自前で生命保険事業に参入するということですね。なるほど。エネルギー関連では E10 ガソリンの話題も。はい。ペトロリメックスが8月1日からホーチミン市などで E10 ガソリン、つまりバイオエタノールを 10% 混合したガソリンの試験販売を始めます。PV オイルも9月から追随する予定です。政府は2026年1月から全国での E10 使用を義務化する計画でしたね。ええ、その準備段階ということになります。企業業績ではビンミンプラスチックが好調のようですね。そうなんです。2025年第2四半期、4月から6月期の連結純利益が前年の同じ時期と比べて 18% 増の3300億ドンとなり、過去最高を記録しました。半期、上半期で見ても、純利益は 31.2% 増と非常に好調です。一方で不動産、ホーチミン市中心部の商業地区、小売スペースの賃料は依然として高い水準にあると。はい。月額賃料は1平方メートルあたり最高で300ドルに達するところもあるようです。海外ブランドなどの出店需要が旺盛な一方で、供給が限られているため、稼働率はほぼ 100% に近い状態が続いています。はい。マクロ経済の視点では、アジア開発銀行 ADB の見通しはどうでしょうか。 ADB は2025年のベトナムの GDP 成長率予測を以前の予測から少し引き下げて 6.3% としました。2026年は 6.0% と予測しています。下方修正の理由は？主にアメリカの関税政策による、下方圧力ですね。ただそれでも 6% 台の成長を見込んでおり、ベトナム経済の強靭性は維持されるという見方を示しています。ありがとうございます。では次に、社会に関するニュースに移ります。はい。まず、北中部下安省で大規模な洪水が発生している件です。これは台風3号、ウィッパーの影響による記録的な大雨が原因で、特にトゥーオンゾン県やムオンテイ県などで深刻な被害が出ています。多くの家が水に浸かったり壊れている状況です。
救援活動も行われているんですよね。はい。国防省の指示で、軍のヘリコプターミー171が出動して、食料や飲料水などおよそ7トンの救援物資を輸送しています。また、万米水力発電所ではダム湖の水位が上がったため、緊急の放流も行われました。大変な状況ですね。一方、国内ではデング熱への警戒も強まっています。そうですね。ファム・ミンチン首相が全国的にデング熱対策を強化するよう指示を出しました。これから流行のピークを迎え、さらに主要な行事や新学期も近づいていることから、感染拡大のリスクが高まっているという背景があります。具体的にはどのような指示が出ているのでしょうか。地方自治体に対して、抑制策の徹底、住民の意識向上、そして蚊の発生源となる場所をなくすための環境衛生活動の推進などを求めています。国内に目を向けますと、韓国に住むベトナム人に関する統計が出ていますね。はい。2025年の6月末時点で、韓国に滞在しているベトナム人の数は34万1153人に上りました。これは中国に次いで2番目に多い国籍となります。特に就労目的と留学目的で多いんでしたか。その通りです。就労資格を持つ人が9万7653人、留学生が10万6219人で、どちらも国籍別で見るとベトナムが最も多くなっています。韓国社会におけるベトナム人の存在感が増えていることが伺えますね。人的な交流が活発ということですね。最後に日本のニュースです。はい。京都府警が宮津警察署に侵入して窃盗を行った疑いで、ベトナム国籍の26歳の男を再逮捕したというニュースです。警察署に侵入とは、動機は何だったんでしょうか。男は以前に押収された自分の車から在留カードを取り返そうとしたという趣旨の供述をしているとのことです。なるほど。様々なニュースがありました。そうですね。経済のダイナミズムと自然災害や公衆衛生といった課題、両方が見えてきますね。以上、7月25日のベトナム関連ニュースをお伝えしました。ありがとうございました。ベトナムネイバーでは、今後もベトナムの最新情報をお届けしていきます。次回もぜひお聞きください。お待ちしています。もしこの番組を気に入っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をお願いいたします。励みになります。最後にお伝えした時点での為替レートです。1アメリカドルは25,930ドン、1円は 178.50 ドンでした。参考になさってください。ベトナムネイバーでした。